こんにちは、小林です。今日はバンヘイレンの演奏解説動画になります。取り上げる楽曲はアンチェインドです。バンヘイレンの代表曲ですね。アンチェインドのサビの手前、プリコーラスの部分をピンポイントで解説したいと思います。スコアをお持ちの方はお手元に置いて見ていただきたいんですが、26小節目から始まる部分になります。一応僕が打ち込んだものも画面に表示しますので見てください。でこれはネットに公開されているタブ譜を一部修正して僕が打ち直したものです。はい、どうでしょう。結構複雑に見えると思いますけど、これどうやって弾くのっていうのもそうなんですが、これどうやって覚えるのって思った方いませんか？実はこれ答えを先に言うとパターンがあるんですね。でこのパターンというのが結構簡単に覚えられるので、小1時間も練習すれば通しで弾けるようになってます。はい、もう一度見ていただいて、これどうでしょう。皆さんパターン見えますかね。見えないよっていう人はね、安心してください。この後僕が皆さんに魔法をかけます。エディの魔法です。で、その魔法がかかった状態でパターンが見えるようになってから実際に指を動かして練習をしていきましょう。ということで今回は2部構成になります。前半は皆さんに魔法をかけるお話、エディの魔法編です。後半は実際に指を動かしながらパターンを覚えていく実践編という構成でやっていきたいと思います。実践編ではパターンを覚えるだけではなくて、それに合わせた右手の動かし方なども細かくお伝えするより実践的な内容になっていますので楽しみにしてください。このアンチェインドは有名曲なのでもう弾けるよっていう人も結構いるかと思います。プリコーラスは8小節なんで丸暗記したっていう人もいるかもしれません。ただそういう人もこの動画を最後まで見ていただければこういう構造になってたのかと、新しい発見があるかもしれませんし、楽しんでいただける内容かと思います。でもちろんこれからこの曲にチャレンジする人、もしくは過去にやったけどこの部分もうここだけで途中で諦めたっていう人、今日で文字通りねアンチェインドしてワンコーラス通しで弾けるようになりましょう。それでは早速始めたいと思います。小林のイブチタイム。こちら小林のイブチタイム。それではここからエディの魔法編です。まずは楽曲の基本情報から確認していきたいと思います。この曲はドロップ D というチューニングで弾かれています。ドロップ D というのは通常のチューニング、レギュラーチューニングにしたときに一番低い音が6弦の開放弦 E の音なんですね。で、これを E から1音低い D に下げるドロップするチューニングなのでドロップ D と言います。6弦以外はレギュラーチューニングのままです。で、バンヘイレンはこの頃は半音下げチューニングだったのでドロップ D でも全体的に半音下にシフトします。で、エディはこの6弦だけ下げるという特殊なチューニングに対応するためにわざわざ自分のギターにこの D チューナーという装置をつけてました。これ引き抜くだけで6弦を一発で1音下げる装置になります。押し込めば元に戻る便利な装置です。で、自分のブランド EVH のギターにはこの D チューナーは標準で装備されています。でこのドロップ D にする理由なんですが、もちろんレギュラーチューニングにはないドロップ D ならではのメリットがあるわけです。そのメリットというのは、一つは6弦を通常より低い音にすることで迫力が出る。ロックやハードロックと相性がいいわけです。で、もう一つは音域の拡大。1音というのはギターでいうところの2フレット分に当たるんですね。なので、使える音が2フレット分単純に増えます。で、これはさっきの話と被るんですけど、アンチェインドではこの6弦開放の音がずっと弾かれてます。はい。パッと思いつくのはこんな感じかと思いますけど、実はもっと実用的な理由というのもあるんですね。それについて詳しくお話しします。皆さんこのコードフォームを見たことあると思いますが、
これパワーコードって言います。どこでも同じ形で押さえられるので、ギターを始めたばかりの人でも割と馴染みのある人も多いかと思います。このコードの構成音ですが、低い方からルート、5度でオクターブへのルートという構成になっています。3度の音がないので、バックがメジャーでもマイナーでもいい感じに馴染んでくれる使いやすいコードだったりします。で、これなんでパワーコードっていうかっていうと、3度の音がないので強く歪ませても濁らないというのもあるんですが、実はルートを鳴らした時にこの5度の音とオクターブへのルートの音って鳴ってるんですね。鳴ってるというか意識するしないに関わらず聞こえてます。で、こういうのを倍音って言うんですけれども、倍音というとちょっと難しく感じる人もいるかもしれませんが、僕らギターを弾く人間は普段からこういうハーモニクスをチューニングの時に鳴らしたりしますよね。で、例えばこれが気音だとして12フレットのハーモニクス、これがオクターブへのルート第2倍音です。7フレットのハーモニクス、これ5度の音第3倍音です。で、5フレットのハーモニクス、これが2オクターブへのルート第4倍音です。で、これらの音は弾いた時に鳴ってるんですけど、実際には他にもいろんな音が含まれてギターらしい一つの音として認識しています。この鳴らした時に含まれているオクターブへの音と5度の音を実音で補強してあげることでより明瞭で力強い響きになる。なのでパワーコードです。で、このパワーコードですが、ルートと5度の2音パターンと、そこにオクターブへのルートを重ねた3音パターンがあるのは知ってると思うんですけれども、これどっちが正しいの？もしくはどっちを選べばいいのって思ったことある人いるかもしれませんが、これさっきも言った通り、この2つの音は補強だと考えると、どちらでもいいが正解です。例えば弱いなって思ったら足せばいいし、逆にうるさいなって思ったら抜けばいいわけです。自分で決めて大丈夫です。この2つに機能的な差はないです。で、このパワーコードには5弦ルートと6弦ルートがあるんですけれども、押さえ方はどこでも同じ形と言いましたが、この6弦ルートの場合、ドロップ D チューニングの時は6弦の音が1音低くチューニングされているので、ルートの音を2フレット上に上げなければならないんですね。で、こういうふうに押さえなくても、指1本で押さえればいいわけです。6弦ルートのパワーコードは、指1本ずらすだけでコードチェンジできます。これがドロップ D チューニングの一番のメリットになります。こういうのを見たことある人いますかね。スライドバーとかボトルネックって言ったりします。で、これもオープンチューニングっていう特別なチューニングを使えば横にずらすだけでコードチェンジできる便利な道具です。ドロップ D はそれのハードロック版って感じですかね。この指一本で弾くパワーコードですが、これから見ていくアンチェインドのプリコーラスの部分でも大活躍します。で、次のパート実践編ではそのあたりを意識しながら実際に演奏のパターンを見ていきたいと思います。はい。ここからは実践編です。実際に指を動かしてパターンを覚えていきましょう。で、まずパターンなんですが、どういう構成になっているかというと、A、B、A、B、A、B と A と B のパターンを交互に3回繰り返しています。そして最後に締めのフレーズが来るという構成です。で、A と B のパターンですが、実はそれぞれ繰り返すたびにちょっとだけ形を変えてます。ややこしいんじゃないのって思われるかもしれませんが、全然そんなことはなくて、後ろの方だけちょっと違うとか、もしくは同じフレーズだけど別のポジションで弾いてるとか、そんな感じなので、一つのパターンを覚えてしまえば、あとはすぐ覚えられますので安心してください。なので、ここでは A1、A2、A3、B1、B2、B3、
とそれぞれ区別して呼ぶことにします。はい。これ先ほどのスコアにパターン別に色分けしたものです。オレンジの枠で囲った部分が A パターンです。青枠が B パターンになります。この後一つずつ表示しながら練習していきます。それでは A と B のパターンそれぞれ練習していきたいんですが、その前に共通のポイントが2つありますので先に説明します。で、まず1つ目は×と書かれた部分はブラッシングです。チャカって感じです。で、これは実際の演奏を聞くとハーモニクスの音が混ざってたりするんですけど、今の段階では音にこだわらずに弾いてください。ピッキングの仕方とか、あとは音作りでも変わってくるので、今はとりあえずチャカチャカって音が鳴ってる程度で大丈夫です。もう一つのポイントは、6弦ルートのパワーコードですが、6弦、5弦、もしくは6弦、5弦、4弦と押さえ方がバラバラです。で、これは前のパートでもお話しした通り、5弦と4弦の音が補強だって考えた場合、きっちりスコア通りに弾かなくても大丈夫です。エディもここは6弦と5弦だけ弾こうとか、ここは6弦、5弦、4弦をきちっと押さえて鳴らそうみたいな感じで厳密に弾き分けてはないです。もう勢いでね、鳴っちゃったとか、そんな感じだと思います。なのでここはもう統一してもいいですし、弾きやすいように適当に工夫して弾いてください。それではまず A パターンを見ていきたいと思います。まずは A の位置から。これは最初ので丁寧に解説します。ダウン、アップ、ダウン、アップと弾くと、最後の6弦の単音がアップになってて弾きづらいので、これは6弦だけを押さえるというよりは、パワーコードのようにもう5弦と4弦もバレーしちゃった方が弾きやすいです。で、最後、チャカですね。ダウン、ダウン。はい。で、2拍目のブラッシングも、レコードだとハーモニクスが聞こえてるんですけど、2番だとハーモニクスが鳴ってるか鳴ってないかって感じで、ランダムになってるみたいなので、ブラッシングはあってもなくてもいいかなって気がします。僕は弾かないで空ピッキングにしてます。こんな感じです。次は A の2番です。で、これは A の1と似てるフレーズなんですけど、頭の次にブラッシングが入ってないっていうのと、最後の6弦のポジションが違います。これもバレーして弾いてください。こんな感じです。はい、次は A の3番です。で、これは A の1と同じフレーズを2フレット上で弾くだけです。それでは A の1、A の2、A の3を続けて弾いてみたいと思います。なるべく隙間を空けずに弾いてください。最初はゆっくりのテンポで始めます。1、2、1、2、3、4。できましたか？では、少しテンポを上げて弾いていきます。1、2、1、2、3、4。弾けましたか？難しいっていう人は少しずつテンポを上げてください。それでは実際の楽曲と同じくらいのテンポで弾いていきます。1、2、1、2、3、4。それでは B パターンを見ていきたいと思います。斜めの線はスライドです。で、まずは B の位置から、これも最初なので丁寧に弾いていきます。で、スライド無視して、ちょっと最初全部ピッキングして弾いてみます。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップ、チャッカです。はい、で、これはスライドを含めて弾くと、になります。はい。A パターンよりちょっと長いので頑張ってください。
次は B の2です。で、これは最後のパワーコードのポジションが大きく移動しています。パワーコードが移動したところのアップは弾かなくて大丈夫です。こんな感じです。最後チェッカーです。次は B の3番です。で、これは B の1と同じフレーズを2フレット上で弾いてます。それでは A パターンと同じく B1、B2、B3 を続けて弾いてみたいと思います。これもなるべく隙間を空けずに弾いてください。最初はゆっくりのテンポで始めます。1、2、1、2、3、4。できましたか？それでは少しテンポを上げて弾いていきます。1、2、1、2、3、4。弾けましたか？難しいっていう人は少しずつテンポを上げて弾いてください。それでは実際の楽曲と同じぐらいのテンポで弾いていきます。1、2、1、2、3、4。それでは最後の締めのフレーズです。これはサビに入る手前、一番耳に残る部分なので、説明しなくても大丈夫ですね。はい。これの最初の部分は A の2のフレーズを2フレット上で弾いてるだけなので、これって A パターンの仲間ということもできます。なので A の1が A の2、A の3で、この締めのフレーズって形になります。で、最後のパワーコードですが、これ裏で弾いてるんですけど、これはアップではなくて、もう勢いをつけてダウンピッキングで弾きましょう。それでは A と B のパターンと締めのフレーズを合わせて弾いていきたいと思います。最初はゆっくり弾きますので、混乱しないようについてきてください。1、2、1、2、3、4。できましたか？それでは少しテンポを上げて弾いてみます。1、2、1、2、3、4。弾けましたか？難しいという人は少しずつテンポを上げてください。それでは実際の楽曲と同じぐらいのテンポで弾いてみたいと思います。1、2、1、2、3、4。小林のイブチタ。はい、いかがでしたでしょうか。ピッキングの指示とかありましたけれども、フレーズを覚えるだけなら意外に簡単だったんじゃないかなと思います。一見複雑に見えたり聞こえたりするフレーズも、実はシンプルな組み合わせでできてたりします。楽譜の音符を1音ずつ追ってると気づきにくいんですが、小説ではなくフレーズの塊として捉えてみると、意外にシンプルなことをやってたんだなって発見があったりします。エディは本当にリフ作りの天才だったので、アンチェインドにおけるこういうリズムや素材の組み合わせはまさに真骨頂とも言えるんですが、
他にも皆さんが好きなバンヘイレンのリフがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それと今回解説したエディの魔法編はいかがでしたでしょうか。皆さんにもその仕組みが分かってパターンが見えるようになってたら嬉しいです。知識は一生消えない魔法のようなものなので、これからの皆さんのギターライフに少しでも楽しみが増えることを祈ってます。もしこの動画が役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、アンチェインドのプリコーラスの演奏解説動画でした。最後は僕が打ち込んだミディのバッキングトラックに合わせてワンコーラス弾いてお別れにしたいと思います。今回もここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。